ノーコードで俺をクビにした上司が業務前提し、ノーコードで誰でもできるからクビな。そのツール誰が作ったと思ってる？俺は26歳の社内 SE だ。中堅の製造業で情報システム部に所属してる。社員は500人くらいの会社だな。俺の仕事は社内システムの開発と保守、フロントエンドもバックエンドも両方できる、いわゆるフルスタックエンジニアってやつ。フルスタックとか有能やん。500人規模なら上司は何人いるの？上司は部長含めて4人だけ。正直人手不足だったんだよな。で、ある日のこと、営業部長から相談を受けたんだ。実は困ってることがあってね。うちの営業部の月次報告なんだが、毎月丸2日かかってるんだよ。2日も？各営業担当が Excel で売上データを入力して、それを集計してまた別の Excel に転記して、最終的にレポートを作るまでが地獄なんだ。しかも手作業だから転記ミスも多くて、毎月修正作業で半日潰れるんだよ。Excel 地獄あるある。手作業とか非効率すぎる。なんとか効率化できないかな。わかりました。一度業務フローを見せてもらえますか？そこから俺の挑戦が始まった。まず営業部の現場に行って実際にどんな作業をしているか観察させてもらった。この集計だけで毎週金曜日の午後が潰れちゃうんです。本当は顧客訪問したいのに。これは何とかしないとな。まず営業部の業務を徹底的に分析した。どのデータがどこから来るのか、どんな集計が必要なのか、最終的にどんなレポートが求められているのか、全部洗い出した。そして思いついたんだ。ノーコードツール風のシステムを作ろうって。ノーコードツール。そう、見た目は誰でも使えるノーコードツール。でも裏側はちゃんとしたシステム。バックエンドは Python で書いて、データベースは PostgreSQL を使った。フロントエンドは React で直感的な UI を作った。営業の人たちはブラウザで簡単に入力できる。ボタン一つでレポートも自動生成。めっちゃ便利そう。有能すぎる。開発には3ヶ月かかった。要件定義からテストまで全部一人でやった。営業部のニーズを細かくヒアリングして、使いやすさを最優先に設計した。深夜残業も多かったけど、良いものを作りたいって気持ちで頑張った。頑張れ。期待してるぞ。そしてついにリリースの日、営業部のみんなに使い方を説明した。直感的に操作できるからすぐに覚えてもらえた。おう、これは分かりやすい。データ入力もサクサクできるね。これすごく使いやすいです。Excel でコピペする手間が全部なくなりました。集計も自動でやってくれるから楽だわ。みんな喜んでくれて嬉しかった。そして1ヶ月後、初めての月次報告がツールで行われた。なんだこれは。今まで2日かかってた作業が30分で終わった。しかも転記ミスもゼロ。データベースで一元管理してるから当然だ。素晴らしい。本当にありがとう。これで営業に集中できる。すげえ。2日が30分とか紙。これは表彰されるレベル。そして噂は社内に広まった。社長からも呼び出された。君が作ったツール素晴らしいね。営業部の生産性が劇的に上がった。これは全社表彰に値する。ありがとうございます。俺は社内で一躍ヒーローになった。同僚からもすごいなって言われた。お前マジで有能だな。営業部からの評判すごいぞ。正直嬉しかった。自分の技術が人の役に立ってる実感があった。でもここから歯車が狂い始める。ツールリリースから1ヶ月が経った頃、部長の様子が変わってきた。俺の部署が開発したツールが大好評だ。俺の部署？これからはノーコードの時代だ。誰でも簡単にシステムが作れる。は、何言ってんだこいつ。手柄横取りかよ。まあ部署の成果として報告するのはわかる。でも部長の言い方が気になった。そして数日後、役員会議があったらしい。私から IT 部門の改革案を提案します。今回のノーコードツールの成功で分かりました。もう専門的な開発者は不要です。ノーコードツールがあれば誰でも開発できる。 IT 部門の人員を半分に削減すべきです。年間1000万円のコスト削減になります。ありえねえ。自分でボケ使ってるやん。そのツール誰が作ったと思ってんだ。同僚から聞いて愕然とした。なあ、
お前リストラ対象らしいぞ。部長が4人から2人に減らすって、お前と俺がクビになるらしい。なんでだよ。俺があのツールを作ったんだぞ。部長はツールがあるから開発者は不要だって。ふざけるな。そして翌日、部長に呼び出された。君には退職してもらうことになった。どういうことですか？君が作ったツールのおかげでもう専門的な開発者は不要になったんだよ。そのツール、私が作ったんですけど。誰が作ろうが関係ない。ツールがあれば誰でもできる。つまり君はもう不要ってことだ。そのツールのメンテナンスは誰がやるんですか？残る社員で十分だろう。ノーコードツールだから簡単だ。バックエンドのデータベース設計は API 連携の仕組みはセキュリティ対策は誰が管理するんですか？そういう技術的なことは知らん。とにかく画面が動いてるんだから問題ない。それでシステムが壊れたらどうするんですか？その時はその時だ。君の代わりなんていくらでもいる。納得できません。これは会社の決定だ。1ヶ月後に退職してもらう。俺は悔しくて仕方なかった。3ヶ月かけて作ったツールが自分の首を絞める道具になるなんて。つらい。部長マジでクソ。でも諦めきれなかった。営業部長に相談してみた。なんだって君がクビ？そんなバカな話があるか。すぐに部長に掛け合ってやる。ありがとうございます。営業部長は本当に掛け合ってくれた。でもすまない。ダメだった。経営層がコスト削減に前のめりでね。年間1000万丸削減できるって話に飛びついた。そうですか。経営陣を無能。目先の金しか見えてない。もうこの会社に未練はなくなった。俺は退職を受け入れることにした。ただし引き継ぎは最低限しかしない。ユーザー向けの操作マニュアルは作った。でも技術ドキュメントは作らなかった。ステム構成図も作らなかった。保守マニュアルも作らなかった。おお。これは伏線か？部長に聞かれたら、引き継ぎ資料はできてるか？はい、ユーザーマニュアルは完成しています。これで誰でも使えます。そうか、ご苦労。部長は満足そうだった。まあ使えるのとメンテナンスできるのは別だけどね。これは楽しみ。そして退職の日。本当にすまなかった。君のおかげで営業部は救われたのに。いえ、気にしないでください。俺はもっといい会社に転職します。そう、実は退職が決まってすぐに転職活動を始めてた。フルスタック開発の経験は引く手あまただった。しかも今回のツール開発実績が評価された。ぜひうちに来てください。年収は100万円アップで、リモートワークか、残業ほぼなしです。ありがとうございます。よろしくお願いします。有能は引く手はまた。おめでとう。こうして俺は会社を去った。さて、あとは見てるだけだ。新しい会社での生活は最高だった。リモートワークだから通勤ストレスゼロ。残業もほぼない。しかも年収は100万円アップ。技術的にもやりがいのあるプロジェクトばかり。勝ち組だな。前の会社辞めて正解。前の会社のことなんて忘れかけてた。でもある日、元同僚から LINE が来た。なあ、ちょっと聞いていい？例のツールが動かなくなったんだが。どうしたの？データベースに接続できないってエラーが出る。営業部が大パニックだよ。今月の売上データが全部入力できない。明後日が締め日なのに、部長も経理も総務もみんな焦ってる。それは大変だね。 IT 部門の残りのメンバーも誰も直せなくて。はあ、そういえば来た。データベースのパスワードが定期的に更新される設定だったな。自動更新スクリプトを組んでたけど誰にも教えてなかったわ。でも俺はもう退職したからサポートする義務はないよ。そうだよな。すまん。正論。退職後にサポートとかありやん。そして数日後また連絡が来た。今度はサーバーがダウンした。ディスク容量が満杯らしい。ああ、ログファイルが溜まってるんだろうな。定期的に削除する空論ジョブを設定してたけどそれもドキュメントには書いてない。ざま。自業自得。さらに翌週、今度は部長から直接電話が来た。お前が作ったツールが止まってる。すぐに直せ。私はもう退職しましたのでサポートする義務はありません。お前が作ったんだから責任取れ。引き継ぎは
はしましたよね。ユーザーマニュアルも渡しました。マニュアルには直し方が書いてない。ユーザーマニュアルですから、使い方しか書いてないですよ。技術ドキュメントはどこだ？そんなものは作ってませんよ。なんで作らなかったんだ？退職が決まってる人間にそこまでやる義理はないですから。ふざけるな。損害賠償だ。どうぞご自由に。ただ退職後のサポート義務はありませんし、引き継ぎも正式に完了してますから、裁判やっても負けませんよ。電話を切った。すっきりした。おもじいいぜ。完璧な論破。その後元同僚から状況を聞いた。もう地獄だよ。ツールが完全に止まって営業部が月次報告できなくなった。月次決算も遅延してる。経営層が激怒してる。営業は手作業に戻そうとしたけど、もう誰もやり方を覚えてない。それは大変だな。部長は外部ベンダーに修復を依頼したらしい。へえ、見積もりは500万円だって。しかも3ヶ月かかるって。たっけ。ドキュメントがないからリバースエンジニアリングするしかないって。ざま。1000万丸削減のつもりが500万円の出費。まあそうなるよね。俺は心の中で北総園だ。元同僚から連絡があった。ついに部長が責任を取らされた。マジで。経営層が事情を詳しく調査したらしい。コスト削減のために開発者をクビにして、結果修復に500万バル、業務停止で数千万円の損失。完全に部長のせいだって。当然の結果。ざま。部長は降格になった。情報システム部長から営業サポート部に移動。給与も 30% カットだって。そうなんだ。それでさ、部長が君に会いたいって。戻ってきてほしいって。修復を手伝ってほしいらしい。まあ会うだけなら。そして数日後元の会社を訪れた。来てくれたか。実はお願いがある。戻ってきてくれ。ツールの修復を手伝ってほしい。今良い会社で働いてるんで戻るつもりはありません。年収を上げる。前より100万丸多く出す。今の会社はそれより多いんですよ。しかもリモートで残業なし。じゃあせめて修復だけでもいくらでも払う。そうですね。コンサルタントとしてなら1日50万円でお受けします。緊急対応ですから。それにドキュメントもない状態でのリバースエンジニアリング、相場としては妥当ですよ。ふざけるな。では外部ベンダーに頼んでください。もっと高いと思いますけどね。50万。外部ベンダーより安いでしょう。こちらは500万円で3ヶ月かかる。これなら1週間で直せますよ。ダメか。それでは失礼します。その後元同僚から聞いた。会社は結局新しい SE を2人採用した。俺の時より高い年収で修復には半年以上かかった。そして元部長はその後退職に追い込まれたらしい。完全勝利。ざま。自業自得。俺は今めちゃくちゃ幸せだ。良い会社でやりがいのある仕事をして年収も上がってワークライフバランスも最高。最新技術を使った開発ができて周りのエンジニアもみんな優秀で刺激的。何より技術者を大事にしてくれる会社。先日は上司から「君は我が社の宝だ」って言われた。前の会社を辞めて本当に良かった。あの時言ってやりたかったな。ノーコードは便利だけど作ってる人を大事にしないとね。でな。最後まで読んでくれてありがとう。ルシオ2。お疲れ。スカッとしたわ。これからも頑張れ。